教えてけいこ先はい、こんにちは、けいこ先生です。今日もよろしくお願いします。けいこ先生、天狗っているんですか？います。天狗的な存在います。天狗エネルギーというものあります。役割もあります。はい、感じることもできます。ただその天狗がいますって言い切っちゃうと結構誤解があって、皆さんが想像しているみたいな物語とか民話に出てくる天狗さん的な存在は、地方にいますよっていう、そういう話になりますけど、カッパだろうが、妖怪だろうが人魚だろうが、伝説的に言われている存在は基本的にはいるんですね。だけどもそれをいるって言い表せないのは意識体だからなんですね。天狗って妖怪ではないんです。だけども神様ではないんです。でその神様じゃない幽霊でもない妖怪でもないエリアにいる存在って実はそんなに多くないんです。天狗って結構特殊な存在なんですよね。薬とか厄除けとか人のエネルギーを良くする方向に働くような意識体なんですね。実際天狗のいる山っていくつかあるんですよ。文化風習的に言われてたりとか民話が残されてたりとか、そういう場所ってあって、例えば山形の羽黒山大天狗さんおられます。あと箱根の山とかいます。見た目は皆様が天狗をどういうふうに理解するかによってその方のフィルターを通してじゃないとその知覚ができないので、大概みんな天狗っていうと赤い長い花の天狗って思い出されるので、そういう姿で現れることがほとんどですね。カラス天狗っていう存在がいるんですけど、こうカラスのくちばしがあって、よく姿では羽織袴着て頭にこんなエミシみたいに帽子かぶってるんですけど、あの存在と要するに鼻が長い天狗さんって全然働き方が違うんですよ。天狗さん常に高潔でありたいっていう意識が、基本的には多いです。キャラクター性としては間違い大嫌い、エゴ大嫌い、この世を正したい以上です。だからそういう意味で言うと正義なんだけど、そのために姑息な手段を使うとか暴力を使うとか、そういうこともやぶさかじゃないのが天狗なので、結構扱いが難しい。で自分の領域を汚されるとか、こいつけしからんってなる時はものすごい攻撃に入る。だから敵に回すと怖い。例えばクマでも荒々しいクマもいるけど穏やかなクマもいますよね。で動物園で飼われてるクマもいれば野生のクマもいて、それぐらいの感覚がその竜神だったり天狗だったりにも当てはまるっていうことなんですね。一匹狼は大天狗さん、この鼻の長い赤い顔をした大天狗さんなんですけど、何をしますかっていう意識をパンと正すっていう。柏で打ちます、パーンって言った瞬間、はってはい犬が見ましたみたいな、犬がこっち向きますみたいな、そういうふうにして意識を集中させる。で誤った方向に行ってたらこっちだよっていうふうにピシッと向けさせる。それをしちゃダメだよとか、こういうふうに生きてたらあなたの人生真っ逆さまに落ちますよとか、そういうことを示唆していく、そういった存在が天狗なんですね。カラス天狗さんは集団で守ります。カラス天狗は基本的に薬の存在なんです。富山の薬売りみたいな姿をして見えたりとか、その薬と関係する人を健康にする仕事をしている人の背後で守り神として役割をしていることが多いんですね。だから整体師さんとかを見ると結構カラス天狗みたいな存在がついてるのとか見えます。教師、何らかのそのコーチングみたいなことも含めた人に教える仕事をしている人は天狗さんに教えを請いに行くといいんですよ。基本的にそういう人ってエゴでその仕事を選ぶ人ってほとんどいないんですよね。そうすると天狗さんそれも見抜くから、たとえ一元さんだとしてもお前志素晴らしいなと、じゃあ私のこの柏のエッセンスを1枚だけあげるよと、でこれ持って帰ればその里でこれを振るとエネルギー的には清められるよと、世の中をきれいにしたいんだと思ってそのエリアを散歩するだけでも実は知らない間にサポートが入ってて、自分の世界に戻っていくとすごく
顧客が増えたりとかボキャブラリーが増えたりとかできることが増えたりっていうのはあるんですよ。あともう一つはね、基本的に医療関係者、ナースだったり緊急医療とかに携わっている人、横島な思いで緊急医療に携わろうとする人ってほとんどいなくって、そういう人の質を見抜くんですね。緊急医療ってスピード感が大事じゃないですか。で、起爆力でものすごい力を込めてエネルギーを込めてやらないと今すぐ死んじゃうかもっていうものに対してふわーっとエネルギーを入れておく時にすごい天狗さんの力がね役立つんだよね。基本的に天狗さんって土地神とつながってその土地を守っていることが多いので、移動ができないんでちょっと語弊があるんだけど、土地神として守らされている存在だったりとか、そういう特殊な存在は特に移動が禁じられていて、一人で移動することが基本的にはできない存在です。なので移動したい時は人に乗っかって移動します。天狗さんって一切人の言うことを聞かないんですよ。で、お願いしてくる存在も嫌いなの。その家庭の中に問題を災いを起こすとか知らしめて聞かせようとするみたいな、そういう働きが起きちゃうんですよね。だから天狗さんと、特に大天狗さんとわざわざつながりに行くっていうのはやめた方がいいんですね。世を正したいっていう志だけど、そのために使う手段は怖かったり罰し方がえげつなかったりとか、単純にいいとは言い切れない部分はあるけど、基本的には人間に役立つためにいます。まとめ。天狗は人を助ける人を助ける。はい、ということで今日はありがとうございました。また見てください。事故、怪我多くなります。で、場合によっては死に至るということもありえます。もしこの動画が面白いと思った方がいたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。